こんにちは。こんにちは。今日は高木さん。はい。よろしくお願いします。お願いします。この木はまた随分そうですね。変わった木ですね。性が強いですよね。一本の木ですよ。一本。あ、株立ちなの。株立ちってことね。くっついてる。くっついてます。株立ちでこんな風になる？なるんですよね。なってますね。なってますからね。じゃあこのどう作ればいいか難しそうな心拍を、はい、ちょっとある方からやってみろと。やってみろと。お前も挑戦しろということで提供いただきました。はい。じゃあ今日はこれをやっていくということです。はい。はい。お願いします。お願いします。構想ですね。どうするのこれ。これ最初いろいろ考えたんですよ。どうしようかなって。まず正面どこかな。正面どこかなって考えたりいろいろ考えたんですけど、もう吹き流しに行っても、面白いのかなって思ったんですよね。ああ、そっち。はい。でも途中にあんまりこの長いのあるじゃないですか。成長してるのが枝がないから。ちょっとあれかなと思って、面白みがないかなと。であとは一般的にこっちの方が多分足元はいいかなと思ったので、ここで作って、もうこの辺は陣にしちゃおうかなみたいな無難な、そうだね、無難な作り方を考えました。盆栽としてやるならそれがかなって思ったんですけど、今ちょうど国風展やってまして、兄弟子のですね山陽盆栽の高橋さんが来てまして、ちょっと助言をいただきまして、どうしたら面白い木になりますかね。そうじゃなーっつって。そうじゃなーっつってた。そんな仙人みたいな人だったっけ。違うよね。広島の方なの。そうじゃなー。そうじゃなー。この中品にしてみればいいんじゃないか。中品サイズにしたら面白いんじゃろうみたいな。面白いじゃろうっていう話で、ここがやっぱ一番太いから、普通だったら主木にしますよね。そうですね。でもちょっとそれだと面白くないかなと思いまして、ちょっとこれを差し枝みたいな感じで、これを太い木を差し枝にして、ちょっとこっちをもっと持ってきて見えやすくして、であとはこれを畳んできて畳むのそれ。畳むっていうか大きくグワーンって曲げて、国風で見てきたんですけど、すごいそういう木があったんだってなってる木があって、すごいな。でここら辺で頭を頭みたいな。これを頭にするの？頭はどの枝？頭はどうしましょうかね。これかな。これが多分作りやすそうですよね。それがぐるっと回って頭になるの。そうですね。この辺もぐるっとぐるぐるみんなぐるぐるしていくんだ。ぐるぐるしてみようかなと。そういった変わった木もあるじゃないかなと。そうです。見たことはない。見たことないですよね。シャリとかも入れたいんですけど、ちょっと長いスパンでちょっと、まずは曲げて作ってから固まってから外してシャリ入れていこうかなっていう。ちょっと長期動画なんですか？長期動画。そうだったんだ。いやでも第1弾はそうですね。はい。なるほど。やっていこうかなと。じゃあまずは作業的にはやっぱり一番最初は幹掃除ですかね。幹掃除。一番最初は掃除が大事というのを教わっておりますので、掃除からやっていこう。ちょっとやり始めてはいたんですけど、掃除からやっていきたいと思います。ブラシですね。ある程度やってはあるんですけどね。こんな感じで全部やっていくと。そうですね。先ほどここを差し枝にするって言ったら蛭間さんが、一番太いの差し枝みたいな。ちょっと差し枝って言われました。でもね、新しい盆栽を作るんですよね。そうですね。アート盆栽じゃないですか。この間新しい演習広田寛太に言われたんですけど、新しい演習にアートだと思いますか高木さんはって言われて。僕もいたね、それね。盆栽ってアートだと思うみたいな話を。
ある種僕、アートなのかデザインなのかっていうところで、僕はデザインの方が強いのかなとは思ったんですけど、はい、そしたら「ああそこですね高木さんは」と言われました。今出た。なんで甘いって。そうですね、もっとこうアートっていうか芸術性をもっと持ってやった方が気をよくできるんじゃないかっていうふうにそんな感じだったっけ？言われました。僕はそこまで感じました。そこまで感じたってことね。そうだよね。そこまで言ってないよね。はい、言ってないですけど、僕はそういうことなんだな。作ってる木作りに芸術性っていうのが本人の意思が一番宿るから芸術的なところが入るみたいなことを言ってたような気がする。そうですね、そこがまだ足りないんですねって言われました。とは言ってないよね。っていうふうに聞こえたってことですね。そうこういうのって大事だから。すいません。あいつの生意気だってなる可能性もあるから。そうというね、やり取りがいいですね。若い盆栽師たちがいろいろね言って切磋琢磨しております。大宮盆栽を盛り上げていこうということですね。はい、頑張ります。枝抜きでいきます。はい、お願いします。結構、上が多分枝数っていうか葉っぱが少ないから、結構すかさないと。そうですね。あれっすよね。まあ枝抜きっていうか葉すかしだよねこれねきっとね。まあそうですね。本当はねこういうとこついでとかもあり得るよね。そうですね、確かに。出てたりもするけどねこういうとこ。そうですね。それを今後何十年後そこまで枝にするにはそう何十年後ですけど伸びてるやつ切っちゃうんですね。厚みと葉すかしと。そうですね。ちょっとね下向きのやつは取ってった方がいいですね。はい。で今2時半なんですけど多分今日それで終わりますよねきっとね。そうですね。あとはちょっと今日夜鍋して。あ、そうですか。ちょっと頑張ります。根元の方は取って透かしちゃおうかなと思っておりますが、透かしの詳しい方法はこちらの動画をご覧ください。お願いします。このように透かしを多分小1時間やっていくと思うのでちょっと待機したいと思います。はい、すいません。だいぶ夕日になってきました。そうですね。どうですか、透かしの状況は。ちょっとまだもっと透かしたいんですけどね、上が多分本当にスカスカになっちゃうんで、もっと透かさないとだと思うんですけど、であんまり後で取れることは取れるから、ちょっと一旦これで進めていって、あとはバランスを見てもっと透かすかどうかっていうのを考えていこうかなと。今日も多分透かしで終わるよね。てか次回会う時はどういう状況からスタートになるのかな。もしかしたらちょっともう曲がってるかもしれない。そこまでいっちゃうの？今日の夜残ってやろうかなと思ってるんで。透かしやって針金かけて曲げるのはちょっと待っててください。多分折れる可能性もあるから。ああ、わかりました。じゃあ明日また来るので、その時までにどのぐらい変わっているか。じゃあ明日までジャンプする？わかりました。いきますよ。せーの。日が明けました。明けました。おはようございます。おはようございます。昨日のこで作業したと。あ、そうですね。止まって作業してました。じゃあ紹介してもらいます。こちらになりました。ねえ。電話。で紹介してもらいます。こちらです。角度をもっと急にして、ちょっとごめんなさい、やっちゃったんですけど。やっちゃいましたよね。深夜のテンションで。8番生なほら
っていけ持っていけ持っていけ。どうぞ。はいやってしまう。曲がりましたかこれ。もうでもこうもあ割れてるところも。結構バキバキにいったんですけど、まあ大丈夫じゃないかっていう。そうですね。水水こう逆っぽいもんね。そうですね。割れたのこれぐらい。まあそうですね。激しく割れたのはここが激しいですね。うわーすごい。そうだよね。一番太かったとこ。そうですね。後ろ枝の。はい。こういくんだ。で正面から見ると。こんな感じかな。で、はい。もうちょっとまだ位置が確定っていうかいってないので、まあこんな感じで紐じゃなくて導線で引っ張って導線引っ張って位置を決めていきたいなっていうなるほどところ。じゃあとりあえず大方曲げたけどここから微調整していく感じですか。やってきます。お願いします。お願いします。じゃあまずどこから。そうですね。やっぱ下の枝からやるっていうのがセオリーなので、こっちから位置を決めていこうかなとは思ってるんですけど。裏枝になるのかな。そうですね。裏枝チックな感じになります。うわ、頭はこれ？頭これでもうこっちをやめてこっちにしようかな。最初これにしようとしてた。そうですね。ちょっと角度をもっときつくしたんで。なるほど。これで。やっぱ普段と違うことやる、はい、楽しいですか？そうですね。楽しいですね。楽しい。こんなことやらないですからね。まあね。それね、仕事でやってたら早くね、はい、売れるような木を作るのがいいと思うんで。ごめんなさい。ね。グッと曲げたけど、はい、まだね完成形がどうなるかがわからない。見えてこない。本人は見えてるでしょ。いや見えてる、なんとなく今のところ順調な感じですか。じゃあ今のところそうですね。今のところ順調です。順調。これをもっとこう内側に入れたいので、引っ張るところをさっき上にかぶさるような枝なのかな。そうですね。はい。こうか。でこれがこうと。どうですか。これ頭こっちなんじゃん。これがこっち行くのはかぶるからやめた方がいいんじゃないですか。ここ突っ切るぐらいですけど。ああ、そっか、クロスしちゃう。だからこれを単純に潰して頭がここら辺に来て、頭なんだそれ。こう逆枝で、こういう頭で、これはここを隠すように、ここら辺に来ての方がいいんだよ。はい。と演習は言っております。勉強になります。はい。監督が雑にやってくれてますね。すいません。はい。私がやるべき。すいません。線だらけですね。線だらけだね。だからこれ売り物にはしばらくなんなそうだね。怒られちゃうかな。せっかく作ってるもんね。そうですね。でも、はい、古くなったら化けるかもしれないね。もうないから嬉しいですね。代わりが車輪もつけるところまで行きたいもんね。そうですね。本当はね。本来は。お、来たんじゃないですか。来たんじゃないですか。ああ、いいね。いいですね。うん。ただこいつをここも裏枝なのかな。これが多分裏枝。ここで何言ってるの。ここでこうちょっと下にこういうのってあるんですかね。僕初めてだからわかんないですけど、こうでもやるのか。やってる人いる。まあ
だから長い計画ですよね。その長期スパンで木作る時のやり方ですかね。だからこの木の持ち主さんが、これじゃ売れないよってなる可能性あるね。やってみろとは言ったもんね。大丈夫か。なんですか。ここがまっすぐなのがちょっと気に入らなくなってきちゃった。曲げたいなと思ってるんですけど曲がるかな。手で曲がんない。じゃあ黒松をきついか。きついですね。短すぎる。ラグビーで鍛えたその筋肉を。おお、すごい。こうしたら多少曲がりましたよね。そうですね。かわいい。この中から右が進化そこが頭だかな。ああ、すごいね。模様着みたいになってきたね。でこれを返しの返しのちょろっとちょろっ見えてきましたね。なんかと。おお、よかった。見えてきた。針金だけ大変そうだな。確かにこの後の。確かに。こんな感じではい。やっていきますので、まだ大丈夫ですか、時間。あ、次はどうなるの？次はまあちょっと細かいやつをかけて、はい。ある程度形にできたらいいかなと思っております。はい。下から。下からこれはまだかかってないですね。そうですね骨しかかかってないんだ。はいじゃあ、お願いします。はい。ここはいらないかなとはい。思うので切っちゃいます。じゃ切っちゃあ、針金かけながら恥ずかしとかやっていく感じですか？う。そうですね。ちょっとまだ多いですよね。ちょっとね、多い。見えないですね、あんまりね。そうですね。ちょっとでもこそうね。こんな感じまあ、ですね。棚がここってことですもんね。そうですね。ここで、であとここで一つ、一つ。ここで一つ、ここで一つ、ここで一つ楽しみ。ですね。うん。ちょっと見えてくるとこうワクワクしますよね。ワクワクするね。だけどもう何回もね、動画にないとこで超えてますからね。何回も超えてるんでね。すいません。でもね、はい。兄弟子が。いい人がいるので、聞いたらねやっぱそのままやらないとそうね。やらんのかってなっちゃう。そうそう。聞いといてやらないのは失礼だからね。一緒に手伝ってそうですね。なんか引っ張れ。引っ張れ。はい、つって。あいいっす。ちょっとごめんなさい。まだできました？いやできてない。はい。何ですか？ブレイクタイム入っちゃって。はい。ランチタイム。あとあれですね。はい。ミニボンさんの引き取りと、そうですね。あとお客さんお客さん YouTube なんで多いです。海外の方がねやっぱり国風やってますからね。多いですね。多いので、多分日中あんまり作業できなそうだということで、私一回帰ります。あ、はい。編集しにすいません。帰りますので、はい。次会う時は時はもう完成？いやある程度針金かかって血も整ってるんじゃないかな。ような状況ですか？はい。じゃあ、一旦帰って編集。針金かけはい。を待ちたいと思いますすい。ません。数ヶ月経ちました。そうですね。もう長袖から T シャツに。そうですね。なんでこんなに時間経ってましたっけ？まあ強く曲げたということもありまして、はい。まあ、そこですぐに植え替えしちゃうと、うん。まあ木に
相当な負担をかけてしまうので、ある程度落ち着いてからなるほど。水水がちゃんと通ってから、もう徒長してるんで、うん全部しっかりと水水は大丈夫だと思うので、はそれを待ったってことですね、はいでこの季節になってしまったと。あ、元気そうですね。そうですね、一つの枝も枯れなくですね、うん、いけたんですけど、すごい。一応管理方法としては葉水をよくあげたって感じですね。あ、水。根っこだとそこまでこう曲げて水を吸い上げられないので、葉っぱに直接水をへえ。かけて枯れないように、もう乾いてたらもう葉水するみたいな。なるほど。あ、葉っぱが乾いてたら葉水。そうですへえ。じゃあもうずっとやり続ける感じだ。そうですね、ね。盆栽園だからできたっていうなるほどのがある。と思いますけど、皆さんこういう強い曲げをするときは葉水。葉水で気づいた時に葉水をしてあげればうん。多少は良く違うかかなと。すごいですね。ね、割れてるもんね、バッキリ。ばっきりそうですね、ね、割れてるけど生きてますから。すごい。心拍ってすごいですね。心拍ってすごい。で今回は植え替えをするとはい。いうところでよはい。ろしくお願いしお願いします。8は？ます。8はあれ、おうん。これに入るなるほど。いいかな。入るんじゃないですか。入りますかね。ちょっとね、格が上がりますね。ここに入れたら。そうですね。では鉢の準備をはい。できます。こっち側を片方長めにねはい。やるっていうの。どうしてですか？これは真ん中に止めるんじゃなくて、うん。端っていうか、力のあれですね、かけ方っていうんですかね。真ん中にやると弱いので、端の方が力強く止められます。よし、じゃあ鉢の準備は OK ですね。はい。でもこれ結構根がね、パンパンっぽい。パンパンっぽいですよパンね。パンっぽい。あ、すいません。スポって多分抜けると思うんですよ。の。はい。すいません。結構そうですね。そこかな。そこを落とさなきゃいけないのかな。そうですね。ねここですよね。とりあえず上の方からまずははいきれいにしてあげようか。軽く。骨は結構ありますよね。骨。骨はないですけど、私は。よいしょ。よいしょ。どうですか、根の状態は。根の状態でも元気そうですよね。いっぱい骨が。骨がいっぱいですね。はい。骨いっぱいなんで、なんか楽かもしれないですね。まあそう。取り木ですかね。取り木じゃないのかなと思う。取り木だと思いますよ。いや、入りますね、これ。もう入りません？うん。もうちょっと綺麗に置いとけば。あ、入るな。はい。これ前後だね。前後ですね。うん。太いのは入んないですね。ああ。これが太いんで。うん。なんかありますね。ですね。よっ。はい、入りました。ありましたね。うん。もうちょっとじゃあ綺麗にちょっとこう倒す、こっち側を取ってあげないとですね。はい。ちょっと仮でちょっはい。と仮で全然仮ですからね。全然仮で落ち着いて。こうかもっとこうか。結構いくね。こういう感じにしたいなっていうのは。確かに。これは効きますね。そうですね。うん。なんでもっとか。もっと落とさなもっきゃいけないと。か。いやでもこれ以上取ったところでってことですよね。根っこを切らなきゃいけないのか。はい。それは竹炭です。竹炭。竹炭。地を高くはい。ですね。
うだと入っちゃいますもんね。もう幹が土の中に鉢の中に入鉢の中入っちゃう。もうちょっと上げないとダメなんだな。切っちゃうしかないですね。結構きついですね。もっと鉢ちっちゃくできるってことだねこれね。そうですね。ね丸とかでもいいかもね。ああ、丸もいいですね。ね丸の方がいいかもしれない気がする。こっちがあれだからね、はあっちに別にしてるわけじゃないでもないですよね。これぐらいだったらうんあれですね、入んないですよね。ギリ入りそうギリ当たってるぐらいじゃないですね。ちょっと一回これでやってみましょうかね。わかりました。仮で。おお、熱い。結構不安定そうなですね。気もしますね。結構不安定。止まったか。声が出ちゃうんですよ。超えてやすいんですね。ごめんなさい。声出やすいってなんか超えてやすい子なんだ。なんかちょっとうん違う意味合いになりそう。かわいい。いつも離れてみるの忘れちゃうんですよ。忘れないで。こっから猫生えちゃいますね。土ついてるところ、幹から。幹から。これは避けたい。こんな感じで良さそうですか。どうでしょう。うん。ちょっとあとこう水苔でカバーしたいなというところです。ちょっと水をちょっと一旦やります。あったかい。何ですかね。水苔です。あ、水苔ですけども、これは水苔です。これ水苔を網でこしたやつですね。結構これ大変なんです。そんな離れてやった方がいいんですか。水圧で風圧で飛んじゃうんだ。飛んでっちゃって、ある程度一応根っこも結構切りましたので、はい。ハスカシをちょっとしていこうかなと思います。はい。ブサブサなのでして透かして根の負担を取れたらいいですね。よくね。上を切ったタイミングで根っこ切れるとかはい、言いますよね。そうですね。植え替え忘れた木も植え替えのチャンスだったりなんてね。そうですね。なんてね。言いますよね。そうですね。今腹に忘れちゃった手焼きとかね。ああ、そうですね。剥がりして植え替えなんてこともできますよ。一通り終わったということで、暗くなってきたね。はい、こんな感じでちょっと透かしてみましたけど、綺麗になりましたね。綺麗になりました。うん。あとはまあもうちょっとかけてないところもあるので、まあ、今回の動画はこれで一旦ですかね。どうでしょいいんじゃないですか。もともとがね、あんなビヨーンっていうやつから結構だからこうまとまったというかね。う。コンパクトにはうんな。りました。これだったら中品ぐらいかな。いけますよね。すごいよね。だからここのね、だから今ちょっと見せたい。ここもちょっとになくてもいいのかなと思いましたけど。下げるとかね。ああ、そうですね。ここがだからあんまりないから面白いところですよね。ね。いやーすごいじゃないですか。はい。ありがとうございます。だいぶね、はい。触れやすい盆栽になりましたよね。その前はね、なんだか分かんなかった。分かんなかったですね。ヤマタノオロチなんですよね。ヤマタノオロチがこんな感じに
もっと売るようにしちゃいました、はい、盆栽師高木の手によって生まれ変わったということです。分かった。はい、今後はどういうふうにはシャリを入れたいなと思ってるんですけど、まあいかんせん、動線かかってしまってるので、はい、取ってからシャリを入れるとその前に売れちゃうんじゃない？売れるんですかね。ねえ、確かにこれ売り物です。売り物ですよこれ。売り物です。なんでよ把握してないの。売り物です。売れちゃうのかな。売れますか？買います？いや僕結構好きですよこういう木は。いくらで買います？まあでも僕が買うなら、はい、それとも一般小売価格は私が買う。どうぞ。僕買わないですもんだって僕は高い盆栽買わないですから。まあでも30万ぐらいついててもいいんじゃない？本当ですか？25から30ぐらいじゃないかな。やったと思いますよ。やっぱないからね。まあ確かにない。でちゃんと盆栽としてまとまりましたし、どうだろう皆さんのあれはね分からない、欲しい人にとっちゃ欲しい木だし、いらない人にとっちゃいらない木ですよこういうのって、やっぱ変わった木だからね。ちょっとこれでも古くなったら超かっこいいですよこの幹。確かにそうですね。そうって思う。見たいですよね、その30年後とか。そうね、シャリ入れてさ、かっこいい木になると思う。で鉢ももっとちっちゃくできるし。そうですね、コネだったら全然できます。僕だったら何番とかに入れるかな。ね、僕も何番いいなと思って。昔何番がなかったんでとか、はい、いう感じですか。そうですね。はい、はい、高木チャレンジですかね。高木チャレンジだったのかな。という形で今回の動画を終えていきたいと思うんですけども、皆さんもね面白いひょろひょろっとした木があればこういう風にガチガチに畳み込んで見るのも楽しい一つ盆栽の楽しみ方なのかなと思いますので、参考になればいいかなと思います。はい、また私もどんどん修行して頑張っていきますのでよろしくお願いします。なんか急にキュッて終わったね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。みんなそのチーム応援してんの？お、アルディージャファンの皆さん見てください。大宮を捨てましたよこの人。日本も捨ててるから。日本も捨ててる。タイのサッカーチームに。急にアルディージャを捨てたのか。アルディージャ応援してますよ。はいはい。試合見に行かなきゃ。そうね、行きたい。チケットあるんですよ。埼玉市に引っ越してきた特典のなんかそんななんだありましたけど、いつまでとかあるのかな。行きましょうよ。行きましょう。何枚ぐらいくれたの？多分ペアチケットだとじゃあ行けないじゃん私。行きましょうよ。行く？大宮のアルディージャともどうにかね。ね。お仕事できたらいいですね。この間でもあれですよね。ワークショップやってたね。ワークショップ、はい。レッドブルにスポンサーになってもらう YouTuber になりたい。ですね。でもゲーム実況者とかでいるじゃん。レッドブルとかさ。はい、ありますね。ね、そういうモンスターとかさ、ついてるやつ。いいんじゃない？盆栽でも。いつもさ、この辺にさ、レッドブルのマークが入ってる。いかつすぎますね。この辺にさ、盆栽今日のマークいつもあるじゃない。だからこれをレッドブルに変える。たまにこう牛がこう走るとかね。そうそういうのにしよう。なんか場面転換の時に牛がこういいね。ブワーって走る。そうしよう。レッドブルさんお仕事お待ちしております。お願いします。はい。あとはキンチョールさん。いつもこれを毎年これを宣伝してます。アース。これキンチョールじゃねえや。アースだ。すいません、アースさん。ダメだ、もう来ない。もう来ない。